マイの日本語ポッドキャスト。皆さんこんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気にしていますでしょうか？私はですね、元気なんですけれども全身筋肉痛ですはい。なんで全身筋肉痛になったかって言いますと、実は昨日本当に久しぶりに運動をしたからなんですね。はい。最近めっちゃ寒いっていうのと、あとは仕事がすごく忙しいっていうのをね、言い訳にして、ずーっと運動してなかったんですよ。そう。で、そろそろ運動しないとやばいな。健康のためにも運動しないとなって思いまして、昨日久しぶりに YouTube を見ながら運動をしました。そしたら、やっぱり久しぶりの運動だったので、ちょっと動いただけで、もう汗だらだら。そして、もうすぐ疲れちゃうんですよ。やっぱり継続しなきゃダメなんだなってすごく思いましたね。はい。前は毎日のように運動していたんですよ。だいたい1日2時間くらいかな。もう毎日運動していて、その頃はやっぱりこう毎日体を動かしていたので、全然疲れもなかったし、あとは筋肉痛もね、全然なかったんですよ。そう。だけど、やっぱりこう続けないとね、こうなっちゃうんだってすごく、思いました。もう本当に今日の朝起きてびっくりしました。え、体痛いみたいな。どうしようみたいな。もう体痛すぎて、起き上がるのでさえ結構大変でした。はい。今はね、起きてから時間が経ったので、ちょっとずつ大丈夫にはなりましたけど、でもまだまだ足とか痛いです。はい。そう。だから本当にこれからは寒くっても、1日最低30分はね、運動しなきゃなって思いました。うん。やっぱり何でもそうですけど、継続する、続けていくっていうのって本当に大変じゃないですか。そう、語学の勉強もそうだし、運動もそうだし、本当に続けることって大変なんだけれども、やっぱりその続けていくっていうことが大切でもあるなって、うん、本当に昨日改めて感じましたね。はい。ではですね、今日のね、ポッドキャストを始めていきましょうか。うん。今日はですね、日本のソウルフード、おにぎりについてお話をしていきたいと思います。皆さん、おにぎりはお好きですか？私は大好きです。本当に大好きです。うん。で、今日は、私のおすすめのおにぎり専門店のご紹介もね、していきたいなと思いますので、ぜひぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい、ではまず最初はおにぎりの由来についてお話ししたいんですけれども、皆さんおにぎりの由来なんだか知っていますか？いくつか話はあるんですけれども、おにぎりという言葉は手で握る、この握るっていう動きから生まれた言葉なんですね。はい。で、おにぎりは昔、握りと呼ばれていて、それがどん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 変わって、おにぎりと呼ばれるようになったそうです。で、実は、おにぎりの歴史って、とっても古くって、今から2000年以上前の弥生時代から始まったと言われています。すごい古いですよね。2000年もの歴史があるんですね。
うん。で、その頃の人たちは、炊いたお米を手で丸めて食べていたそうです。なので、形は今のようなこういった三角形のおにぎりではなくって、ただの丸い形だったと言われています。そしてその後、時代が進むにつれて、おにぎりはいつでもどこでも食べられるご飯として少しずつ広がっていきました。そして今から500年ほど前の戦国時代には、その手軽さが特に重要な意味を持つようになります。腹が減っては戦はできぬという有名な言葉があるんですけれども、これはお腹が空いていると体力も気力も出なくて、戦いで力を発揮できないという意味です。はい。だから武士たちが戦。戦っていうのは大きな戦いのことですね。うん。戦に向かう時には持ち運びやすくすぐ食べられる食べ物がとっても重要だったんです。そこで大活躍したのが腹持ちがよく片手で食べられるおにぎりだったんです。この腹持ちがいいっていうのは、食べた後長い時間お腹が空かないことを言います。で、この頃のおにぎりは、まだ味付けや具はほとんどなかったんです。なので、塩だけのとてもシンプルなおにぎりでした。戦の時代が終わって生活が安定すると、おにぎりも新しい形になっていきました。今のような海苔で包んだおにぎりが広まったのは、今から300年から400年前、江戸時代からだそうです。この頃から梅や昆布、おかかなど具の入った美味しいおにぎりがたくさん作られるようになったと言われています。このような長い歴史があって、今のおにぎりが出来上がったんですね。現代ではコンビニやおにぎり専門店などもあって、本当にいろいろなところで手軽におにぎりを買うことができます。そしておにぎりは運動会のお弁当、忙しい時の食事や夜食など、今でも子供から大人までみんなに愛されている日本のソウルフードです。で、やっぱり、ソウルフードって思い出とセットなんですよね。うん。私も小学生の時の思い出があるんですけれども、小学生の頃って、運動会や遠足など多くの行事があったんですよ。で、その度にお弁当が必要だったんですけど、その時、あの、お弁当におにぎりを持ってくる子がすごく多かったんですね。はい。で、遠足っていうのは何かっていうと、学校行事の一つで、クラスのみんなで一緒に、外へお出かけしに行くことを遠足って言います。なので、例えば山登りに行ったりとか、あとは動物園に行ったりとか、うん、そういうのをね、する行事ですね。はい。で、そういった遠足とかに行ったらね、お昼の時間になると、みんなでお弁当を広げて、みんなで一緒にお弁当を食べるっていう時間だったんですね。で、他の子たちが持ってきたおにぎりが、もうね、こんなちっちゃくって、もうコロッとしててすごい可愛いサイズで、そのおにぎりの具もね、もういろんな種類持ってくる子が多くって、もうすごく可愛いし、美味しそうだったし、もうすごい羨ましかったんですよ、それが。うん。でも、私のおにぎりは、もう1個がこんなでっかいの、もうすっごい大きいの。それで、中身はいっつも同じ、梅干しでした。そう。で、私、いつもお母さんが2つおにぎりをね、握ってくれたんですけれども、2個とも梅干しでした。そう。しかもめっちゃ酸っぱい梅干しね。もうすんごい酸っぱいやつ。それで、もう、当時ね、小学生の時の私は、もうそれがね、すごく、そのおにぎりが
もうすっごい酸っぱかったから、梅干しが。あんまり好きじゃなかったんですよ。そう、もうね、お母さんにはね、せっかく作ってくれたのにすごく申し訳ないんですけど、そう、当時の私は、もうなんかおっきいし、一つがでっかいし、中身酸っぱい梅干しだし、みたいなので、そう、好きじゃなかったんですよね。そう。なんだけど、やっぱりこうね、どん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 大人になるにつれて、私もこう梅干しの美味しさを知ったし、なんかやっぱ大人に味覚も大人になったので、はい。それで、久しぶりにお母さんのおにぎりをね、大人になってから食べたんですよ。そしたら、え、お母さんのおにぎりってこんなに美味しいんだって、大人になってなんか気づいたんですよね。うん。小学校の時は正直、やっぱりこう、見た目もあんまり可愛くないっていうのもあって、そう、あんまり好きじゃなかったんですけど、やっぱり大人になって食べたら、すっごい美味しいんだなって。もう塩加減もすごくちょうどいいし、で、酸っぱい梅干しがまたすごく美味しいなって、思って、で、大人になってから何度も作ってもらいました。もうお母さんにお願いして。そう。で、いつも、ねえ、明日、おにぎり持って行きたいからお願い、明日2個おにぎり作ってって、もういっつもお願いして。で、それを、おにぎりを作ってもらったら、それを会社に持って行って、次の日。それを、お昼ご飯にいつも食べていました。うん。本当に、今もね、こうやって、日本を離れて韓国で生活していると、やっぱりたまに、ああ、お母さんのおにぎり食べたいなって、ふと思う時がありますね。あともう一つ私が忘れられない本当に大切な思い出があるんですけれども、それがおばあちゃんが作ってくれた焼きおにぎりです。皆さん焼きおにぎり知っていますか？こうおにぎりを両面こんがりと焼いたものなんですけれども、おばあちゃんが作る焼きおにぎりがね、本当に美味しくって大好きでした。うん。私が小学生、中学生、学生時代に、いっつもおばあちゃん家に遊びに行っていたんですね。で、私の実家からおばあちゃん家まで結構近かったんですよ。だいたい車で15分くらいの距離ですかね。うん。なので、いつも遊びに行っていたし、あとは夏休みとか長いお休みに入ると、もう2週間とか3週間とか、もうすごい長い間、おばあちゃん家に泊まっていました。はい。で、当時、おばあちゃん家でワンちゃんを飼っていたんですね。チワワのメリーちゃんっていうワンちゃんだったんですけれども、もう大好きで、メリーちゃんにいつも会いたくて会いたくて、そのメリーちゃんに会いに行くっていうのも目的で、いつも行っていました。はい。で、おばあちゃん家に遊びに行くと、おばあちゃんがいつも焼きおにぎりを作ってくれたんですね。で、いつも2個作ってくれていました。で、1つが醤油味の焼きおにぎり。そして2つ目が味噌味の焼きおにぎり。この2つをね、いつもおやつの時間になると作ってくれたんですよ。うん。で、本当に美味しくって、で、この焼き加減もすごくちょうどいいんですよ。こんがりとしていて、で、もう熱々でね、もうハフハフ言いながらいつも食べていました。うん、もう今でもはっきりと覚えていますね。本当に美味しい焼きおにぎりでした。うん。で、おばあちゃんは実は今も元気に生きています。今95歳です。すごくないですか？ 95 歳ですよ。本当に元気だなーって思うんですけれども、うん。今、元気に
生きているんですけれども、今はもう老人ホームでね、生活をしているんですよ。うん。なので、こう、今も生きてくれていて、すごく嬉しい気持ちがあるんですけど、でも、もうおばあちゃんの焼きおにぎりが食べられないんだって思うと、ちょっと悲しい気持ちになりますね。また食べたいなって思うんですけど、やっぱりもう老人ホームで生活してるのでね、仕方がないですよね。うん。だから、だからこそ、この焼きおにぎりの思い出は本当に忘れられない、今でも本当に大切な大切な思い出として残っています。こうやって話していると、本当におにぎりの思い出っていろいろあるんですけれども、やっぱり私にとってのおにぎりは、お母さんやおばあちゃんが作ってくれた家庭の味なんですよね。うん。私はコンビニのね、おにぎりも美味しいのですごく好きなんですけれども、でもやっぱり家庭的な優しいおにぎりの方が好きなんですよ。なので、今までいろんなおにぎり専門店にね、行ったりしました。その中で出会った本当に美味しいおにぎり専門店があるんですけれども、それが東京の大塚っていう場所にあるボンゴっていうお店です。で、ボンゴのおにぎりの特徴なんですけれども、とにかく大きいんですよ、1個が。もうすごくボリューミーですね。うん。で、中の具材もぎっしり、たっぷり入ってるんですよね。普通のおにぎりって、一般的にこう真ん中にだけ具材が入っているじゃないですか。だけど、ボンゴのおにぎりは違うんですよ。もう端っこまで具材がしっかりと入っているので、こう一口食べたら、もう具材も一緒に食べられる。なので、最初から最後まで具材と一緒に食べられるおにぎりなんですね。これが結構人気の理由の一つかなと思います。あとは、ふわっふわなんですよ。もうとにかく柔らかくてふわふわなおにぎりなんですね。私今までおにぎり、あんなにふわふわなおにぎり食べたことありませんでした。ボンゴが初めてです。はい。ボンゴのお店って、こうカウンター席になっているので、作っているところが見れるんですよ。で、こう作っているところ見てたら、もうほとんどね、握っていなかったです。普通おにぎりってこうやってしっかりと手で包み込んで、握って形を整えるんですけれども、ボンゴのおにぎりはこういう風に握りません。もうちょっと形をクイックイって整える程度。それでもうすぐにふわっとやって海苔ですぐに包むみたいな感じで、もうすごい早すぎて、もうプロの技だなっていう感じなんですけれども、ほとんど握っていませんでした。はい。で、もうすっごく柔らかいんですけれども、お米もね、すごくこだわっているので、有名な美味しいお米を使用してるんですね。なのでそのお米が一粒一粒すごくしっかりしているんですよ。なので、すごくふわふわで柔らかいおにぎりなのに、お米がしっかりしているから、もうすごく美味しくて、食べ応えのある、そんなおにぎりでした。でもね、行列なんですよ。ほんとに人気のね、お店なので、いつ行っても人がたくさんいるんですね。で、時間によってはあまり並ばずに入れる時間帯もあるみたいなんですけれども、私は今までボンゴに行って、並ばなかったっていう時は一回もなかったですね。だいたいいつも1時間から1時間半は並んでいます。これを聞くとびっくりしますよね。え、おにぎり食べるために1時間半並ぶのって思いますよね。私も
ボンゴのおにぎり食べる前はそうでした。なんでおにぎりを食べるために1時間半も並ばなきゃいけないんだって、そんな気持ちでした。で、私が行った日は冬ですごく寒い日だったんですよ。でも北海道をね、握りしめて震えながら、お母さんと二人で行ったんですけれども、もうお母さんと二人でこうやって震えながらね、1時間半並んだんです。で、その時はね、もうなんでこんなに並ばなきゃいけないのって思ってました。でも、店内に入って、おにぎりを一口食べた瞬間、ああ、これは並ぶ価値があるって思いましたね。並んででも食べたいおにぎりだなって、本当にその時思いました。なので、それからは1時間とか1時間半待つのが私の中ではもう当たり前になったので、うん。なので、それくらい並んででも本当に食べたいってなるおにぎりですね。うん。で、店内もすごく明るくていいんですよね。ボンゴの社長さんが女性の方なんですけれども、その社長さんがね、本当にいつ行ってもニコニコされていて、笑顔でお客様を迎えているんですね。うん。で、私も実際にボンゴで注文した時に、社長さんがね、注文を受けてくれたんですけれども、その時にいろんなお話もしてくれたんですよ。で、とっても笑顔で明るい方でね。うん。なんかお店の接客サービスもとてもいいので、それでまた行きたいなっていう気持ちになる人が多いんじゃないかなって思いますね。私もその一人ですね。で、私今、ボンゴ愛をすごく伝えていますけれども、本当にボンゴが大好きすぎて、あの、本までね、買ってしまいました。もうこれはただのファンですよね。そう。もうこれくらい大好きなんですよ。で、これを韓国にまで持ってくるっていうね。うん。でも、ボンゴのね、おにぎりが食べたくなったり、ああ、美味しいおにぎり食べたいなって思った時は、いつもこの本を開いて、あの、おにぎりの写真を眺めています。そう、本当に、もうね、この写真を見るだけで、ああ、食べたい、お腹がすくってなるんですよ。なので、次、日本に帰国した時には、もう絶対にボンゴに行くって決めています。はい。で、私が本当にボンゴのおにぎりの中でおすすめしたい、一番おすすめしたいおにぎりがあるんですけれども、ボンゴってね、50何種類ぐらい種類があるんですよ。で、すごく多いので、多分どれを頼んだらいいんだろうって悩んでしまうと思うんですけれども、私が一番おすすめの具材が明太クリームチーズです。この明太クリームチーズっていうのは、明太子をマヨネーズ、明太子とマヨネーズを混ぜたソースをクリームチーズにかけて混ぜている具材なんですけれども、それがね、おにぎりの中にぎっしり入ってるんですよ。うん。で、今この明太クリームチーズって聞いて、え、おにぎりにクリームチーズ合わないんじゃないって思った方もいるかなと思います。はい。実は私もその一人でした。もう、明太クリームチーズを食べる前は、絶対にクリームチーズがご飯に合うわけがないって、食べてもいないのに決めつけていたんですよ。で、私がお友達と一緒にボンゴに行った時に、その一緒に行ったお友達が明太クリームチーズを注文していたんですね。で、その時私は、え、明太クリームチーズって言ったら、その友達が、絶対に合うから、絶対に美味しいよ
って言ったんですよ。で、合うの？全然想像つかないなって、もうずっと疑ってたんですね。それで、その注文した明太クリームチーズが到着したんですよ。で、友達が一口パクッと食べたんですね。そしたら一言、やばい。舞ちゃんも食べてみって言われたんですよ。それで、え、そんなに美味しいのと思って、私も一口もらいました。で、その一口食べた時に、その瞬間、私のおにぎりに対する考えがガラリと変わったんですね。それまでって、おにぎりと言ったら、もう梅干し、鮭、昆布っていうこういったもう一般的な具材が、そういった一般的な具材しかおにぎりには合わないって思っていたんですよ。でも、その明太クリームチーズを食べた時に、あ、おにぎりに合う具材って鮭とか梅干しとかだけじゃないんだ。こういうチーズとかちょっと洋風な具材も合うんだって初めて知ったんですね。それでもうそこからはもうガラリと本当に考えが変わって、でもうすっごい衝撃だったんですよ。すごく感動するレベルで美味しかったし。で、それを、明太クリームチーズを友達から一口もらって以来、私はボンゴに行くたびに、必ず一つは明太クリームチーズを注文します。本当にそれくらいおすすめの具材です。はい。なので、ぜひボンゴに行かれた際には、明太クリームチーズ注文してみてください。はい、本日はですね、日本のおにぎりについてお話をしました。いかがだったでしょうか？皆さんはおにぎりで好きな具材何かありますか？もしあったら、ぜひぜひコメント欄で教えてくださいね。はい、そして、ボンゴ。このね、私がおすすめするおにぎり専門店のボンゴ、本当に美味しいので、ぜひ東京旅行に行った際には、もしくは今東京に住んでいる方は、ぜひぜひ一度、行ってみてください。本当におすすめです。はい。それでは本日も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。